昨夜は帰宅してから夜中に2回授乳したのだけど、少しか飲まない。1ミリリットルだけだから油温が低いのかな。朝は9時に 2.5 ミリリットルミルクをよく飲んでくれたのだけど、少ないな。その後11時に泣くので、おしっこかなと思い排尿の刺激を与えたら少し出た。あれ、少し匂う。おならした？うんち出るの？返事するはずもなく、ミルクをわずか1ミリリットルだけど飲んだら寝た。寝たと思ったら1時間経たずに泣くので、慌ててミルクを用意するのだけど1ミリリットルしか飲まない。それから3時間後、午後3時にガサガサと動く音がするので、段ボールを覗くと元気に動いてる。おしっこをさせてみたら、ちょっとの刺激でシャーと出た。なんか嬉しい。一安心。排尿が済んだので授乳のタイミング。ちょっと待ってなぁと声をかけながらミルク作り。温度も室温計しかないので、それで摂氏40度に調節して与えたら勢いよく吸い付くけど、すぐに止める。キッチンスケールで測ったら 130g。昨夜より 5g 増えている。一応毎日増えているけど、こんなものなの？授乳 1ml といえば、子供用お箸のような太さのシリンジで 1cm ほど。こんな微量では少なすぎると思う。動物病院の院長が心配して今日も電話をくれた。飲んだ回数と容量を伝えたら、それでは飲む量が少ないらしいので、夜に診察してもらうことにした。体重も1日で 10g くらい増えるらしいから、それから思うと少ない。2時間くらいでにゃーと一泣きしたり、箱の中でごそごそ動くようになってきた。おしっこさせてみたらちゃんとしてくれた。続けてミルクの用意。でも飲んでくれるのは 1.5 ミリリットルから2ミリリットル。時間間隔は短いけど飲む量があまりにも少ない。どうしてなのかな。室温が低いのか、ミルクの温度が合わないのか、うんこ詰まってるか、いろいろと一人で考えてしまう。夕方の診察開始時間を待ちかねて動物病院に。今夜の診察では問題はないと言われた。うんこも出ないけど湯で濡らした布で刺激しなさいとのこと。でも今はミルクばかりなので数日でなくても大丈夫らしい。市販の缶詰の粉ミルクを使っているのだけど、ミルクを飲むのが極端に少ないことを伝えると、病院のスーパーハイカロリーのミルクを処方していただいた。それを与えてみると、これは4ミリリットルを一気に飲んだ。よしよし。ママのミルクに近かったのかな。ハイカロリーミルクを持って帰宅の途に着いた。まだ小さいので車も怖がらない。というより分かってないのだろうな。段ボールの中で毛布に包まって寝てる。病院行く途中に量販店で料理用温度計も手に入れた。粉ミルクをお湯で溶かすのだけど、摂氏40度で作ってもすぐに摂氏30度に下がると分かった。だから摂氏50度くらいで作ってシリンジに入れて用意している間に良いくらいになる。でもシリンジは5ミリリットルなので2杯目を飲むようになると残りは湯煎しておかないと温度が下がる。ミルクを溶いた容器ごとお湯の中に入れておいて湯煎状態にしておいた。温度計を入れているので、それを見ながらの授乳。なんか一日中とても忙しい。連休だけど仕事柄締め切りがあるので、段ボールの箱と授乳セットを持って通勤している。車だからできる通勤風景。命に変えられるものはないからね。ほとんどのことはどうでもよいのだけど、これだけはね。130g と言ったら鶏卵2個くらい。
大きさもそんなもん。育児日記を iPhone のメモでつけるようにしている。あまり寝てないのでどれくらい飲ませたのかわからなくなってくるし、病院で説明するのにも正確にできるから便利。